日かと恐れていた。いつの日かと夢見ていた。心目覚め翼広げて旅立つ日だぐら。己つなぐ鎖断ち切り心縛る闇を切り裂く光の戦士だぐら。目指せ遥かな地平。さらば優しき日々をもう戻れない。もう帰れない。太陽の牙だぐら。地球7州のほぼ全面的協力を取り付けデロイアへと戻ってきたドナンカシムはすぐさまホインシュタイン代表とパルミナ行政官レイク・ボイドを議事堂へ呼び寄せていた。君たちに集まってもらったのは私の今後の姿勢を直接伝えておきたいと思ったからだ。行政官。はい。ハンディ鉱山にすぐさま総攻撃をかけてくれ。鉱山に拠点を張るゲリラの本拠地を壊滅させてほしいのだ。今後ゲリラは無論のこと、ゲリラに協力的な者不穏分子たちにも容赦は無用だ。厳しい姿勢で臨んでもらいたい。閣下、お言葉を返すようですが、そのような強硬策はパルミナの人民の心を逆なですると思われますが。でしたらもうしばらく今のままの政策を続けた方が。行政官、失礼ですがそのように状況を忖度している時期はすでに過ぎていると思われますが。私は時期云々を言っているのではない。パルミナの人民の気持ちを。行政官、君の意向は痛いほどわかるが、今のまま放っておけばゲリラはますますつけ上がるばかりだ。現に反政府熱に侵された一般人の中には大した考えなど持たずに過激な行動に走り出す者さえ出る始末。閣下のおっしゃるように今のうちに歯止めをかけねばなるまい。閣下、私もそう思います。行政官にぜひご勇断を。君に言われるまでもない。どうあっても行政官にはやってもらわねばならん。行政官、アンデイ鉱山の3州とは摩擦が起きぬよう手は打ってきた。危惧はいらん。どう対処しようと問題は起きんはずだ。アンデイ総攻撃を至急実行してもらいたい。閣下、頼むレイク君。地球で鉱山3州の同意を取り付けてきたことはわかる。しかしなぜ閣下は今までにない強硬策を急に取られたのか。閣下を焦らせているものは一体何なんだ。パルミナ行政府は多くの住民の方々と新しい民主的な行政の在り方を話し続けてきました。そして多くの方々は行政府の意向を理解し、相互の信頼のもとに今後ともより良いパルミナの在り方を検討していこうと協力を誓ってくれました。しかし一部には行政府の真意を理解してもらえずに武力反抗しようとしている人たちがいることも事実です。行政府はこの人たちと幾度となく話し合う機会を設けたのですが、拒まれ続けるという悲しい結果を生んでいます。それとんだなせ。これ以上の混乱は避けねばなりません。反抗のための反抗が続くならば強硬手段を取らざるを得ないでしょう。良識ある住民の皆さんにお願いします。速やかに武装を解き平静な生活に戻られる。おう、来ていましたか。最後通告が出されましたな。降伏せねば容赦はせると言っておる。しかも期限付きだ。3日以内とはまた急な要求ですな。
一般住民というよりも我々を意識してのことだろう。3日以内に山を降りなければ総攻撃をかける。早急に手を打たなければなりません。やらざるを得まい。3日以内とはいくらなんでも早すぎる。鉱山が総攻撃を受けたら困るではないか。我々の立場はどうなるんだ。だから私が言ったではないですか。回りくどい言い方をせず出て行ってくれとはっきり言った方が良いと。今さら言ったって。ああ、サマリン博士、ライアンバーガーです。で、お読みになりましたか。山を降りる対策は。何ですって。まだ何も。サマリン博士、私たちは事前にご忠告申し上げたはずではありませんか。いくら急なこととはいえ、これから対策を立てるとは。まあいい。とにかくあなた方の話し合いを私たちも傍聴させていただきます。我々にも大いに関わりのあることですからな。では後ほど。だいぶ慌てふためいているようですな。こちらにとっては好都合だ。お互いしばらくの間名演技を披露する役者になりますか。お手柔らかに願います。本部から指示された場所ってここか。間違いない。それにしちゃ随分と嫌がるぜ。こう警戒が厳しいんじゃちょっと骨ばい。この関門から脱出するなんて至難の業ですよ。三州のやつらアンディを出てくれなんて気軽に言ってたらしいけど、こんなんじゃ無理だよ。作戦がうまくいくのを祈るだけだ。おい、臨時列車は出ないのか。俺に聞いたってわかるか。明日にでもここが戦場になるんでしょ。なんとかしてよ。落ち着いてください。まだ決まったわけじゃありません。それに最悪でも今日明日は安全です。バカ野郎、臨時列車も出さないで3日の間に町の人間がみんな外に出られると思ってんのかよ。しまいには笑うぞこの野郎。そういうわけじゃありませんよ。じゃあ早く対策考えなさいよ。そうだそうだ。ようデイジー。ラルターフさん、君はどうすんのかね。私は残ります。結果を見届けたいんです。それまではどこへも。そうか。危険だからここを出ろと言っても応じる君ではあるまい。まあ好きにするさ。ラルターフさん、軍は本当に入ってくるのでしょうか。今まで戦ってきた連中が簡単に降伏するとは思えんな。また嫌な記事を書かねばならんかもしれん。サマリン博士、私はあなたの意見に反対ですな。今は徹底抗戦を避けるべきだと考えます。軍の戦力は圧倒的ですからな。それは初めから承知しているはず。今さら戦いは避けられんよ。お待ちください。あなた方は戦いを避けてアンディ脱出策を考えようとはせんのですか。戦いを避け脱出してくれれば我々も助かる。ここが戦場になるのは正直迷惑です。しかし今さら鉱山脱出を図ることなど不可能です。軍は脱出可能な経路を全て遮断しています。しかも300人もの人間が大挙して移動すれば、その地点の警備は瞬く間に集中強化される。突破できようはずはない。屈辱に思うかもしれないが、今は和睦の道を選んでおく方が得策と私は考えます。和睦、ザルテフ君、それはできん。博士、現実に我々はダグラム1機しか保有しておらんのに正規軍とどう戦おうというのですか。私は軍事参謀として呼ばれたが、まさかこの程度の戦力とは思わなかった。どう戦おうと勝てるわけがない。素直に敗北を認めざるを得ん状態でしょうが。
何？意見が2つに割れている？はい、鉱山採集から報告が入りました。それもサマリンと軍事参謀のザルツェフといった大物の2人の間に意見の対立があるようです。報告によればザルツェフが主張する和睦の方向に傾き始めている模様でありますが、情報の出所は確かなんだろうな。はい、3州の代表が直接首脳会議を傍聴しておりますので、その点は。和睦は敗北を認めたことと同じだ。一般ゲリラグループならいざ知らず、首脳陣がそれを。ザルツェフは有能な軍人だった男です。負け戦になると分かっての判断と思われます。当然といえば当然だがな。おい、ゲリラが武器を捨てるってよ。ここでの戦闘はないのね。ああ、ゲリラが降伏するってよ。本当？ここから避難しなくていいってわけだ。町から出ないでいいのね。どうも臭い。あっさりしすぎてると思わんかね。一体何を考えている？ゲリラどもが武器を捨てるっていうじゃねえか。ってことは明朝の総攻撃はないってことか。ありがとうことね。クリン、作戦はうまくいってるかな。信じるしかないさ。僕たちは命令通りやればいい。ロッキー、何か来る。友軍か。いや、連邦軍だ。すぐ。どこへ行く？第4中隊のものだ。本部へ伝令だ。おい、どうした？ちょっとね。バロー、もう少し離れたとこでやれ。へい。で、どうだ町の様子は？静かなもんよ。まあ今んとこゲリラどもに動きはないし、明朝と期限を切ってあるんだ。そのうち動き出すさ。じゃあご苦労さん。どうやら作戦はうまくいっているようだな。交代の時間だぜ。奴らの動きは？今のところ別にない。ほんじゃ今のうちに腹の中に餌入れときな。ああ、頼むぜ。博士、あとはあなたの決断だけです。和睦に同意してください。博士、やはり同意はできません。今我々が戦いを避けたらデロイヤ全土の当主たちの士気が衰える。確かに戦力の違いを考えればあなたの意見はもっともかもしれない。しかしここに立って我々が和睦するということはデロイヤ全土で敗北を認めたことと同じです。博士、いい加減にしてください。無駄な議論を繰り返して何日を費やしたと思っているのです。そうですとも。今日が期限の最終日ですよ。連邦軍は明朝日の出とともに攻撃してくるのですぞ。もう時間がありませんよ。博士、負けを認めてください。何度言わせるんですか。戦力の差は。私はむしろ武力の敗北よりも人の心の敗北感の方を恐れている。たとえ今ここで我々が打撃を被ろうとも怒りを秘めた人々は決して戦いを放棄しないだろう。しかしもし我々が和睦の道を歩んだらデロイヤ人は挫折感を抱き二度と再び立ち上がることはなくなるだろう。学者の関連論では戦いには勝てません。勝利への真の力は人の心の中から湧き上がるもののはずです。話にならん。納得のいくまで話し合わねばならんようですな。もはや時間の問題とは思うのですが、サマリン一人だけが強硬に和睦に反対しましてね。今さらジタバタしても軍の攻撃を食えば全滅することは分かりきっているんです。早く白旗を上げればいいものをメンツですよ。メンツにこだわってるだけなんですよ。そうですか。また何か動き次第連絡してください。では。まだ結論が。しかし本日は通告期限の最終日ですよ。奴ら我々の通告をどう考えているんでしょう。今日の明け方までと期限を切った意味が分かっていないのでしょうか。
それは十分知っているはずだ。はい、本部です。少々お待ちを。行政官。私だ。出動態勢が整いました。命令をいただければすぐにでも攻撃を開始できます。現時点までゲリラ側よりの回答未だあらず、通告無視の恐れ大。各分隊出動準備の上待機せよ。博士、結論はまだですか。いい加減にしてくださいよ。敗北は決まってるんですぞ。メンツなどを捨てなさい。メンツなどザルツェフ少佐。急ぐんだ。なるべくぴったり合った服を選べよ。おい、ネクタイしたことねえのかお前は。一度も。すいません、お願いします。わしがネクタイしたことがあると思うのかお前、ひげくらい剃っとけよ。足のこと？お前のほかに誰がいるってんだ？どうだ様子は？静かなもんです。そろそろ始まるな。もうすぐサマリンさんたちが来るね。何としてもこの難関を突破してもらわなければな。あたいら300人の仲間を救うために命かけてんだ。どんなことがあったって。そうさ、死なすことはできない大事な人ばかりだ。絶対に通してみせる。ところで博士、今日の日の出は何時頃でしたかな？お、もうこんな時間か。さて、そろそろ行きますか。はい。おお、それではやっと和睦の声明を出していただけますか。いや、徹底抗戦ですよ。何？私たちは連邦軍に対し鉄頭鉄尾戦うつもりだ。なんですと？あんたはバカな話が違うじゃないですか。どういうことだ？説明してくださいよ。なんだ？大変だ！連邦軍が攻めてくるぞ！なんだって？ゲリラは降伏しないのか？早く逃げろ！マクドに来るぞ！落ち合う先は指示した通りだ。いいか、軍人を見ても歯向かうな。あくまでも民間人を装って逃げることだけを考えろ。お前な、一般市民がこんなものを持っているか？すいません、心細いもんで。バカ野郎、さっさとそんなもん捨ててこい！やがれ！身分証明書を提示しろ！身分証明書のないものは当然！おい、身分証明書！ふざけるな！こんな時に奴は徹底抗戦に踏み切ったっていうじゃねえか。そうだ！それとも俺たちがゲリラだとでも言うのかよ。我慢できん。行かしてもらうぞ。ほら、おたい、バラ玉撃つぞ。民間人が興奮して手のつけようがありません。何？ここに来て奴らはなぜ徹底抗戦に？すぐに総攻撃開始だ。成功です。全員民間人に紛れて脱出しました。たった今最後の班から報告がありました。我々も急ごう。それじゃあなた方は？我々はおとりです。第2、3番空港部隊各ブロックヘッドへ次ぐ安定市街およびゲリラの本拠地とまで箇所を占拠せよ。230機動部隊了解。そろそろ来てもいい頃だが。よっしゃー！来ません！来ました！クレイ！止まれ！ゲリラか？誰なんだ！本部に応援を依頼しろ！急げ！
博士、伏せてください。突破します。すでに町は空であった。サマリンをはじめとする300名のゲリラたちがアンデイ鉱山を脱出したその日、パルミナの一基地では今後の戦局を大きく変える歴史的な事件が起きかかっていた。上官に逆らう者がどんな目に遭うか思い知るがいい。へへ、間もなくその痛みも感じなくなるわ。あなたのような軍人がいる限り人々は。黙れ！どうでしょう。減らず口など叩きおって助けを請えば情けもかけようってもの。バカめ、始める。はっ、構え。撃ち方よい。撃て。何の真似だ。やめろ。本当だ。君たちにも見せたかったぞ、博士と少佐の熱演ぶりをな。まさに後世に残る名演技だ。危険な賭けだったかな。その通りだ。だが全員一発の銃も撃たずに鉱山を脱出するにはあの方法しかなかった。俺たちも見たかったわい、その学芸会をよ。案外オスカーモンかもよ。かもな。連邦軍内の軍紀の乱れはついにデロイヤ兵の地球人上官への反抗という形を取り爆発した。武器を取り基地内に立てこもるデロイヤ兵600。ドナン、フォンシュタイン、レイク、サマリン、ザルツェフの胸の中を稲妻が走った。次回反撃の導火線 Not even justice. I want to get truth. 真実は見えるか。星が流れて願いをかけて二つ数えて夢砕け恋しさかけらのフラッシュバック心細さに後振り向けば幼い夏の日スローモーション